ポンケークです。今回のテーマは、続ける転職あなたのお仕事です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回はヘキサグラムというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のお仕事についてですが、あなた自身がですね、どちらかというと転職の方に心が傾いてらっしゃる感じがしますね。そこで、あなた自身がどうなっていくかっていうのがですね、どんどんと知識やですね、技量を深めていくっていうことができていきます。そこからあなた自身がそのお仕事先でうまくやっていけるのかなっていう感じがしましたね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドの4の正位置です。着実に仕事をこなしていた時っていうことですね。満足感を伴う成果が見られた可能性もあるっていうことでですね。あなた自身がしっかりとですね、結果を残してらっしゃったっていうことですね。そのあたりもおそらく職場の方でですね、ちゃんと認められていたのかなと思いますね。で、あなた自身が取り組んでいたこともひとまず落ち着いたっていうことなので、一段落ですよね。これでとりあえずはお仕事の方は安心かなっていうところになったのかなっていう部分ですね。それによって新たな方向に進むっていうことも考え始めたのかなっていうところがありますね。では現在ですね。太陽の逆位置です。自分の成功を実感できない時ですね。なかなか自分が頑張ってもうまくいかないなというふうに悩んでしまうとか、心身ともにパワー不足っていうことなので、現在のあなた自身のお仕事はですね、あなた自身がせっかくですね、今まではうまくやれてたっていうところがあるんですけれども、そこをですね、どうしても落ち込んでしまうところがあるっていうことで、そうなるとやっぱり悩む部分がありますよね。ご自分自身どうしたらいいんだろうって思っちゃうのかなと思いますね。そのあなた自身の状況っていうのがどういったものなのかっていうのを見てみましょうね。あなたの状況っていうのがソードのエースの逆位置ですね。大きな痛手を負っている状況っていうことで、あなた自身の状況に関してもですね、現在の職場の環境から見ても、もう無理だっていう気持ちになってらっしゃるっていうことですね。で、お仕事に関して無理のある計画だったりですね、そういったところが、立ちはだかっているっていうことなので、それをですね、無理やりやろうとすると、もっともっとですね、あなたにダメージが来てしまうっていうことですね。で、人によってはですね、パワーハラスメントですよね。そういったことに合ってる可能性もあるっていうところがあったので、ちょっと心配ですね。ここはですね、できれば相談できる人がいるんであれば相談していただいた方がいいとは思うんですけど、もう無理だと思ったらですね、逃げた方が良さそうですね。あなたの今後を考えると、この職場で頑張り続けるのは無理だと、そういう風になってるのかなと思うので、これからのですね、転職を見ていくっていう方向でですね、未来進んでいった方がいいのかなと感じましたね。では未来ですね。ペンタクルのページの正位置ですね。ここでですね、もうまさに求人に応募するような未来っていうのが出てるので、あなた自身がですね、これはもう無理だなって思ってらっしゃるから、そこで新たにですね、
自分が合うかもしれないっていうお仕事先に希望を出すとかですね、そういうことが、具体的に動いていきそうな感じですね。で、その中で知識や技量を深めていったり、向上心を持つことができるっていうことなので、心機一転することで、あなた自身にとってはですね、プラスになる方向っていうのが多いのかなと思いますね。ペンタクルのページ自体が、勉強家な感じがしますし、で、自分の努力も積もれば山となるというような感じでですね、しっかりと今後はですね、あなたの経験っていうのが活かせるっていうことですね。その今のお仕事だとしんどくてできないっていうこともたくさんあったと思うんですけれども、今後はあなたの力っていうのが発揮しやすい環境に進めそうな気がしますね。ではですね、実際その未来で新たな環境に身を置いた時に周囲の人がどうなるかっていうのがペンタクルの10の聖地ですね。強い結束や信頼に基づいた関係を築けるということでですね、何かお仕事で頑張るっていう時でもですね、ちゃんと一致団結できるっていうところで、あなた自身がしっかりですね、相談とかもしやすい環境になりそうですね。信頼ができるっていうことなので、お仕事場でですね、人間関係も良い方向に行きそうなので、これは安心ですね。お仕事自体にあなた自身が良かったとやりがいを感じるとかですね、そういったところもあるかもしれないですし、いい人たちに囲まれてですね、安心してお仕事ができるっていう部分もありそうな感じですね。では最終結果ですね、こちらがペンタクルの9の逆位置ですね。見栄からの行動に注意が必要ですね。正直に取り組むことで信用を勝ち取るということなので、例えばですね、過去の自分のですね、経験からですね、ついつい自分自身を大きく見せようとしてしまうとか、そういったことをすると逆効果になってしまうっていうことなので、できないことはできない。できることはもちろんですね、積極的にやっていくというのでいいんですけれども、正直に取り組む。素直にこれはできませんとかですね、自分がわからないことはしっかり聞いていくというですね。これは年齢とかも関係ないですね。しっかりと聞いてもらうっていうことですね。自分が常に謙虚な心を持って過ごしていくことが大事ですね。それによって周囲の人たちの信頼っていうのもますますですね、増えていくという感じですね。大きくなっていくということですね。ペンタクルが全体的に多い感じなので、あなた自身がしっかりとですね、得られるものっていうのが大きいっていうことなんですが、それでですね、自分の得るためには自分の心というか、お仕事におけるスタンスっていうものは早めに開示しておいた方が良さそうですね。変に自分を大きく見せようとしなくて大丈夫です。素直に伝えることですね。わからないことはわからないで、もちろんちゃんと伝えるのもいいですし、できることはですね、周りの人にですね、アドバイスをしてあげるのも全然いいと思いますし、そういうふうに自分の立ち位置っていうのをですね、いろいろ様子を見ながら考えていってほしいなと思いますね。では助言ですね。塔の逆位置ですね。今の状況を壊すことで新たなチャンスが訪れると信じてくださいということで、そうですね。やっぱりあなた自身は転職にかなり傾いていらっしゃると思うので、その状況を壊しましょうっていうのがですね、助言にも出ている。で、そこからですね、新たなチャンスが絶対にあると。自分がまず信じてあげることですね。ここにいなきゃいけないんじゃないかとかですね、チャンスはないんじゃないかというふうにですね、諦めてしまうと、それでですね、もうそこで終わってしまう。ですので、あなた自身がまずはできるんだというふうにですね、信じて動いてみるっていうことが大事ですね。オラクルカードですね。1枚目がスーパースターです。空には一人一人のために輝く星があります。スーパースターですからね。あなた自身もスーパースターになれるということですね。あなたのための輝く星もあるということでですね。
新しい場所に行けば、あなた自身がさらに輝くこともできるということですね。今は自分の気持ちっていうのはかなり暗いと思うんですよね。この状況を見てるとですね。だけれども、今後はですね、ちゃんとあなたの心の中にも光が灯っていきますよということです。そしてオラクルカードの2枚目が、自分がゴミのように感じるからといって、あなたがゴミだという意味ではありませんということでですね。仕事がうまくいかなかったりとかですね、パワーハラスメントとかされてたりとかすると、どうしてもですね、自分がダメなんじゃないかって思っちゃいますよね。だけれども、自分をゴミだと感じる、それはですね、あるかもしれないけれども、あなたはゴミではないです。先ほどのスーパースターであるということですね。輝ける星。あなた自身はそうなんですよっていうことですね。これからはもっともっとですね、活躍できる場所っていうのも必ずあるはずなので、あなたは星だと自分のことをですね、そうやって信じてあげてくださいね。そして、オラクルカードの3枚目がクローバーです。あなたの罪悪感を解放してください。これはお仕事に関して、やはり現在のお仕事を手放すとかになってくると、罪悪感ってどうしても出てきますよね。ちゃんと引き継ぎができるかなとかですね。まあ、そうですね。いろんなことを言われたりすると、自分が悪いんじゃないかって思っちゃうと思うんですけど、それはですね、作られた罪悪感ではあるということですね。それをちゃんと解放して、あなたはもうこのままですね、先に進んでいきましょう。無理をせずに、そう、あなた自身を責めることは必要ないということですね。もうですね、知ったことではないということで進んでいってほしいです。そういう風に動いていってくださいね。では、ルノロマンカードが月ですね。自分の直感に従ってください。ありがたいサポートを受けることもできますということでですね。あなたの直感が大事です。これはね、本当にそうだと思いますね。ここでは無理だと思ってらっしゃるっていうのが強く出てるので、それに従っていいと思いますね。それで、例えばその今の職場の人が何か言ったとしても、それはあなたに関係があることではない。仮にその人たちが困ったとしても、今まであなた自身が困らせられてきたのに、それをですね、申し訳ないと思う必要はないっていうことですよね。で、今後はですね、ちゃんとサポートを受けることができる、信頼できる人たちが集まってくるっていうことなので、そちらの方に目を向けていった方がいいと思いますので、それをですね、大事にしていってほしいですね。そうですね、これだけですね、あなた自身が他の場所に行きたいと思ってらっしゃるっていうのが出てるので、私としてはですね、もうそちらを後押しする方向でお話をさせていただきました。で、実際ですね、そこの方向に行った方があなた自身もですね、いろいろと経験値を積めるっていうことも出ておりますので、それでいいのではないかなと思いますね。あとは、あなた自身がですね、自分を変にですね、大きく見せようとしないで、ありのままの自分の姿でお仕事をこなしていくこと。わからないところはちゃんとわからないですって聞く。そういう風にですね、動いていってもらう。相談だったり、身近な職場の人にですね、連絡してもらうとかですね、そういったところもまめにしながらですね、あなた自身のやりやすいようにお仕事をしていってほしいなと思いますね。それではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のお仕事についてなのですが、あなた自身はですね、今後旅立つ可能性、要するに転職なのかなっていうところがあるんですけれども、そのことも考えてはいるんですが、ちょっとですね、その選択肢を選ぶまでに時間がかかりそうですね。選べたとしても、そこを実際動くのに時間がかかる。で、その間に今の職場で何ができるかっていうのがですね、課題になっていくかなと思いますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ワンドの6の逆位置です。仕事への自信を失いかけていた時ですね。自分が不利な立場になっていると感じていたっていうことなので、
よっぽど何かお仕事でひどいことがあったんですかね。あなた自身が失敗してしまったのか、それとも誰かの失敗とかですね、お仕事に関するクレームが入ったとかですね。とにかくあなた自身にとってはものすごく立場的に危ういなと感じることがあったっていうことですね。そうなるとお仕事続けたくない、辛いっていう気持ちになっちゃいますよね。わかります。時期的に失敗が続く時ってありますよね。私もなんでこんなに失敗が続くんだろうって思う時があります。お仕事に関してね。そういうのがあると、どうしてもね、モチベーションっていうのも下がっていたかなとは思いますね。では現在ですね、力の聖時です。過去から一転してですね、必ずやり遂げる時期になっておりますね。長期の案件を受けたりですね、そういう風にあなた自身にとってですね、成功に導けるようなお仕事っていうのも入ってくるみたいですね。そして慎重かつ賢い行動が必要っていうことなので、やり遂げられるっていうことはあってもですね、ある程度ご自分の力っていうのがちゃんと必要っていうことですね。立ち回りっていうのをしっかり考えていただいて、自分が今何をすべき時かっていうのをですね、優先順位を考えていただくといいのかもしれないですね。お仕事においてですね、やはり優先順位大事ですよね。そういったことをやっぱり上司の人とかですね、職場の人にしっかりご相談をしていただいて、これは何日までですかっていうのをですね、ちゃんと把握しておく。できるだけ早めにやってとかですね、そういうふうにちょっと具体的ではない感じで言われると、そのが実際どれぐらいの速さでやらないといけないのっていうことあると思うんですよね。で、終わった後に、いや、もうちょっと早くやってもらわないと困るとか言われてもね、こっちも困りますからね。はい、そうならないために、あなた自身がしっかり聞いておくっていうこと、把握しておくこと、締め切りとかですね。長期の案件だったら、その案件でも、やっぱり締め切りっていうのはあると思うんですよね。何事においてもお仕事には、必ず提出期限みたいなものがあると思うので、その辺をですね、しっかり確認していただく。で、チームワークも大事だと思うので、お仕事の中で、誰かに頼るっていうこともですね、していきながら、話し合いながら、会議とかもあると思うので、そういったところで自分の意見をちゃんと述べながらですね、うまいことを進めていってほしいなと思いますね。では、あなた自身がですね、どういった状況なのかですよね。カップの8の正位置ですね。何が正解かを探すときということでですね、あなた自身は旅立つ可能性も考えてらっしゃるっていうことで、現在がですね、あなたの力がとにかく大事っていうことはあるんですけれども、あなた自身はやっぱり模索している時でもあるのかなと思いますね。何せ過去がですね、あなた自身ものすごくお辛い経験をされていたっていうのもあるので、お仕事において本当にこの仕事が自分に合ってるのかとか、そういったところを考えるっていう時もやっぱりあると思うんですよね。で、その中にはやはり転職っていうのもですね、頭によぎる時もあるかなと思いますね。で、現在においては、あなた自身仕事をこなしながらいろいろ考えていくっていうことなんだと思いますね。では未来ですね。忍者の逆位置です。外の世界に出るタイミングを逃すということですね。これがまさにあなたの転職時期っていうのが、ちょっと未来ではうまくいかないっていうとこがあるみたいですね。で、仕事での人目を気にしすぎているっていうことなので、これはね、もう本当に気にしなくていいですよという感じなんですよね。きっと、あなた自身の自信がなくなってた時期っていうのも、その件もあって、評価とか気になりますよね。周りの人たちのね。そういった人たちのことばかり気にしすぎて、お仕事自体がですね、身が入らないとか、そういうことになってはいけないと思うので、本当に気にしなくて大丈夫だと思います。しっかりあなた自身は力もありますし、お仕事自体がうまくできるっていう風にはなってますので、そもそも忍者がですね、経験値の高いカードさんっていうことでですね。で、知識も豊富っていうこと。それが逆位置になってるだけなので、本来のあなたっていうのは、もう
しっかりとですね、お仕事ができる、経験値の高い方ですね。技量もあるっていう方なので、そこをですね、存分に発揮していただくっていうことがまず大事なのかなと思いますね。で、転職に関しては頭によぎるときあると思うんですけど、どうしても考えてしまうときあるんですけど、この段階ではですね、まだちょっと難しい。もう少しこの場に留まるっていうことになりそうなので、転職するにしてもいいお仕事に就くための準備期間なんだというふうに思っていただいて、まずは今の仕事をこなしていただくっていうふうにしていただければと思いますね。では周囲ですね。ソードの10の正位ですね。これがですね、短所を受け入れることができる、末長く付き合える仲間ということで、結局今のお仕事場所の人たちっていうのもですね、やっぱり悪いところもあればいいところもあるっていう部分、絶対あると思うんですけれども、それでいてあなた自身の短所、そういったところも受け入れてくれる場ではあるということですね。人によってやっぱりちゃんと末長く付き合える、そういったチームワークを取れる人もいらっしゃるっていうことなので、そういった人たちを大事にするっていうのはいいと思いますね。無理に仲良くしなさいとかそういうことはないです。仕事はあくまで仕事なので、仕事仲間とお友達のような関係を築く必要はないんですけれども、チームとしてうまくやっていけるかどうかっていうことですよね。そういった部分でもやっていけそうな感じはあるので、そこをですね、あなた自身がしっかりとですね、その人たちとコミュニケーションをとっていただく。仕事における場合ですね。はい、仕事に関してのコミュニケーションをしっかりとっていただくっていうことですね。では最終結果ですね。太陽の逆位置です。モチベーションが著しくダウンするときですね。不注意な言動に気をつけ、周囲の人への気配りだったりですね。配慮ですね。そういったことが後々プラスになっていくっていうことですね。そうですね。やはりあなたにとっては転職っていうのが魅力的に見えるっていうところがあるのかもしれないですね。そうすることによって最終結果で現在のお仕事のままでいるとモチベーションが下がっちゃうっていうのはあるとは思うんですが、まずはこの場に留まるのであれば、周囲の人への気配り、配慮っていうのは、結局ですね、あなたを助けることになるので、もうやる気ないっていうふうに思ってても、ちゃんとですね、周りの人たちに対する心配りっていうのは忘れないでいてほしいなと思いますね。あなた自身を助けてくれることがたくさんあると思いますので、あなたのためになると思ってやっていくっていうことは必要だと思いますね。でなかなかこの辺自分の心と折り合いつけるの難しいとは思うんですけれども、結局自分自身をですね、変えるっていうことを新しい環境に行けば変えられるのかって言ったらそうではないとは思うんですよね。そこはですね、自分次第、今の環境でも変えようと思えば変えられますし、ここをですね、どう捉えるかっていうところになっていくとは思うんですけれども、あなたのそのタイミング的にはまだまだですね、ここの場に留まるっていう形になってしまうと思うので、そこで受け入れて、しっかりと自分を助けるために動いてくれる人たちをしっかり味方につけるっていう風にですね、そっちの方向に切り替えていただくと、モチベーションもですね、だいぶ変わってくるかなと思います。では助言ですね。ソードの4の正位置です。自分を見つめ直す時間を持ってください。未来に備えて回復期間が必要です。休みの日にリフレッシュをしてくださいということですね。あなた自身のその今後もっと先の未来ですね。もしも新たな場所に行くんだとしても、まずはそれに備えて回復期間が必要っていうことなので、この場にどうしても留まるっていう時間があると思うんですね。そこは回復期間でもあるし、自分自身の味方をたくさんつけておくこと。もしかしたら、その周囲の人によっては、いい仕事紹介してあげるよっていう風にですね、なるかもしれない。そういう縁とかもですね、巡り合わせがあるかもしれないので、そういう風に自分自身をですね、
気持ちを考え直していただくといいのかなと思いますね。で、休みの日もですね、いろいろと頑張っちゃうタイプなのかなと思うので、できればしっかりリフレッシュができるように休んでほしいなと思いますね。無理なく何もかもですね、自分で背負い込んでしまうのではなくって、時には人にいろんな荷物預けながら、自分自身の休める時を作るっていう風に動いていってほしいですね。で、時間をかけてですね、今後どうしていくかっていうのを考えていただいて、それでもですね、転職したいなと思われるのであれば、そっちの方向に動いてもいいと思いますし、その中で、やっぱり今の職場で頑張っていこうかなって思われたのであれば、それでもいいと思うんですよね。あなたの場合はどちらを選んでも、あなた自身にとって良さそうな感じがしましたので、まず自分を見つめ直して選択ですね。どうするか。もしかしたら他の選択肢もあるかもしれないので、いろんな可能性をですね、まずは見極めてもらえればなと思いますね。では、オラクルカードですね。1枚目が炎です。あなたの中には生命の火、熱意、情熱、そして愛が燃えていますということで、あなたの中には火がね、情熱があるということでですね、本来であればその火をですね、しっかり燃やしていただいて、お仕事もバリバリやっていけると思うんですよね。だけれども、今までのその失敗だったりですね、自分のモチベーションが下がっているとかですね、そういったところで発揮できない時もあると思うので、そういう時はね、しっかり休んでもらえればと思うんですけれども、あなた自身の炎を燃やして活躍できる時も必ずあるので、今後ですね、そういう時にしっかり発揮していってほしいなと思いますね。そして、オラクルカードの2枚目ですね。あなたは完全な人間です。あなたは完璧ですということでですね。もうこれがあなた自身を表す言葉であると思いますね。あなた自身はもしかしたら自分に自信がないかもしれないんですけれども、そんなことはない。周囲の人も一目置いてらっしゃいますし、で、あなたの短所すらもですね、受け入れてくれる人がいるっていうことで、そういった人たちに恵まれてるっていうことはですね、それだけあなたが魅力的な人間であるということ、仲間と持ってもらえるっていうことなので、あなた自身がもし自分が完璧ではないと思ってもですね、そういった人たちに恵まれてるっていう、周りの人に恵まれてるっていう風に考えていただくと、ちょっと自分自身の価値っていうのがですね、分かってくるのかなと思いますね。そして、オラクルカードの3枚目。現実逃避者。あなた自身に戻りましょうということで、ここはですね、やっぱり、旅立ち、どうしても逃げたい、転職したいとかですね、そっちの方向に考えて、それで、いろいろと確かに可能性広がりますからね。そういうふうなこと考えるとですね。あれもこれもしたいなとかいろいろ考えますよね。夢ができたりとかね。そういう風になるとは思うんですけれども、まずは現実に立ち返ってもらって、あなた自身が今やっているお仕事、そちらを頑張ってもらう。そしてその現実を受け入れた上でこれからどうするかっていうのをですね、考えていただくっていう風にする。そこがまず大事ですね。逃げたままだと、あなた自身が本当にどこに行くべきなのかっていうのがですね、迷ってしまう。迷子になってしまうですね。迷路にさまよってしまうような感じになってしまうので、まずは自分自身の現状っていうのを見つめ直していただいて、そこから未来に備えて選んでいただくっていう風にしていただければと思いますね。では、ルノルマですね。雲です。手を止めて一息つくときですね。決断するなら少し様子を見てから決めてということでですね。ここもタロットカードの後押しみたいな感じになっておりますね。やはりあなた自身がすぐにですね、選んで進んでしまうのではなくって、まずは様子を見ながら自分の今の状況を確認してから今後どうしていくかっていうのをですね、考えていくっていうことですね。あなた自身のその回復期間とかリフレッシュ期間を経て、そこから
進んでいくっていう風になるんだと思います。まずね、そういう風に考えてほしいなと思いますね。そうですね。あなたの思いとしては、やはり、どうしてもね、転職っていう方向で思ってらっしゃるとは思うんですけれども、この感じですとですね、まだまだもうちょっとお時間かかるような感じですね。で、先ほど申しましたように、転職をしても、転職しなくても、また別の選択肢を選んだとしてもですね、あなた自身の知識だったり、経験値だったり、そういったところは必ず活かせるはずなので、何を選んでもですね、あなた自身にはですね、きっとこれからのですね、輝かしい未来っていうのは待ってると思うので、変にですね、自分はダメなんだっていうふうに卑下しなくても大丈夫だと思いますね。これからの選択肢っていうのをしっかり見極めていってほしいなと思いますね。それではよろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方のお仕事についてですが、快適な職場環境を築くことができるということで、そしてあなた自身の目指していたこともちゃんと形になるようなので、これからがすごく楽しみですね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。太陽の逆位置ですね。周囲の援助が期待できなかった時です。仕事での失敗が目立ちやすかったっていうことでですね。過去っていうのが、もしかしたらあなた自身が新人時代とかですね、お仕事を始めたてでいろいろと失敗が目立ちやすかったとかそういうこともありますし、時期的にですね、ものすごく忙しくってどうしてもミスが目立ったとかですね、そういうこともあったのかもしれないですね。で、周囲の人が助けられなかったっていうことは、お仕事的にもちょっと余裕がなかったのかもしれないですね。みんな忙しくって、もうそれぞれが手一杯で、あなた自身も手一杯すぎて、いろいろと大変だったとか、そういった、経験だったのかなっていうところが感じられますね。では、現在ですね。こちらがペンタクルの10の正位置ですね。仕事が成功を収めることができます。これから発展していく運気ということですので、良かったです。ここからはですね、上向き、上昇していくっていう感じがしますね。あなた自身のお仕事しっかりうまくいきそうなので、安心しましたね。で、さらにお仕事としても、もしかしたらあなた自身のお給料が上がるとかそういう方向にもなるかもしれないですし、で、しっかりですね、あなた自身が活躍できるような、そういった環境を築いていけそうな感じがしますので、ペンタクルですからね。とにかくあなた自身に戻ってくるものは多そうな気がしますね。では実際あなた自身がどうなのかっていうことですよね。現在の分でですね。あなたの状況がペンタクルのページの逆位置ということでですね。やるべきことを先送りしがちな時です。目先の利益にとらわれる状況っていうことでですね。あなた自身は、なんだか、どちらかというと、うまくいきそうなのに、自分自身で後でいいかっていう風にやってしまってるっていう感じみたいなので、そこをですね、ちょっと改善していった方が、もっともっとうまくいくのかなとは思いますね。でも、すごくわかります。お仕事でも、これは後でいいかっていうね、いろんなことが重なってると、どうしてもね、後回しにすることっていうのが出てくるんですけれども、そのあたりをですね、ちゃんとやるべきことが何なのかっていうのをですね、整理していく必要があるみたいですね。それをしながら、ちゃんと優先順位っていうのを決めていく。で、そうですね、目先の利益っていうのがですね、やっぱり自分の目の前にあることで得すると思ったらそっちに飛びついちゃうっていうのはあると思うんですよね。それこそ経済的に不安定な時とかそういった時にお仕事でいろいろやってて、こういった得することを自分の中で、これだったらもしかしたらうまくいくかもっていう風にですね、なっちゃうとか、ですね。そういう風に見ちゃう時もあると思うんですけれども、
後々の利益を考えた方が、結果的にあなた自身のお仕事をやっていく上でうまくいくのかなと思うので、もしも目前にですね、何か自分に得するようなことがあったとしても、まずはそれは我慢してもらって、これからもっともっといいことがあるぞっていうふうにですね、思っていただくといいのかなと思いますね。せっかくこれから発展していくので、そのお仕事っていうのは絶対うまくいくと思うのでですね。まずはちょっと待っていただいて、もう少し我慢だぞっていう風に動いてもらえればなと思いますね。では未来ですね。ワンドの6の逆位置ですね。未来においてはチームワークを発揮できない状況。成功するが達成感を得られないということでですね。やはりあなたのお仕事ってお忙しい時期が多いのかもしれないですね。周囲の人がなかなか忙しくってですね。しっかり連絡が行き届かないとかですね。あなた自身も相談しにくいとかそういう部分が出てくるのかもしれないですね。せっかく成功しても達成感が得られないということは何かしらターンが少ないのかもしれないですね。あなたに戻ってくるもの、評価とか、給与とか立場的なものとかですね。自分がこれだけ頑張ったけれども、それを自分自身でよくやったなと褒められるほどの感じにはならないということなのかもしれないですね。せっかくうまくいくはずなのに、それが自分自身なんかモヤモヤした感じになっちゃうのはちょっと嫌ですよね。未来においてはそのあたりはちょっと不安ではありますけれども、一応成功はするということなので、そっちの方に重きを置いてもらうのがいいのかもしれない。とにかくお仕事に関してはなんだかんだうまくいくぞというふうにですね、ちょっと気軽に考えていただくといいのかもしれないですね。では周囲ですね。ワンドの9の聖地です。あなたの周囲には経験豊富な人がいらっしゃる。それと別でプレッシャーを感じさせる人がいるということで、同じ人物かもしれないんですけれども、経験豊富な分ですね、あなた自身がこの人に対して期待を損ねてはいけないみたいな気持ちになってしまうとか、そういうこともあるかもしれない。逆に経験豊富な人は経験豊富な人で、プレッシャーを感じさせる人はプレッシャーを感じさせる人で別々にいらっしゃるのかもしれないんですけれども、経験豊富な人に関してはね、もう全力で甘えるっていう感じでいいのではないかなと思いますね。そういったところで甘えながら、ただ忙しいっていうのはいろんな人、あなただけじゃなくて周囲の人もあると思うので、そこはちょっと様子を見ながらっていうところはあると思うんですけれども、でも、やっぱり聞かなきゃいけないことはちゃんと聞かないといけないと思うので、そこをですね、あまり遠慮しすぎないっていうのは大事だと思いますね。様子を見計らって、しっかりご相談していただくとかですね、ここどうしたらいいでしょうかっていうふうに聞いてみるとか、そういうのは大事だと思います。せっかくそういう方がいらっしゃる、頼りになる方がいらっしゃるので、その人にはですね、あなた自身全力で頼り切ってしまいましょうですね。プレッシャーを感じさせる人に関しては、そうですね、もう、これは緊張状態になってしまうっていう部分があると思うんですよね。この人がいるとどうしても自分自身が緊張してしまうとか、手汗をかいちゃうみたいな感じの人ですよね。この人に関してはですね、難しいところではありますね。そうですね。あまりこの人を意識しすぎないことが大事なのかなと思うけど、やっぱり威圧感があるってことなので意識しちゃいますよね。どうしたらいいだろうな、こういう人っていうのはですね。あくまで、この人は、そういう人なんだなと、オーラがすごいぞという人なんだなということでですね。あんまり気負いすぎないでいいのかなとは思いますね。自分自身のやれることをまずやるっていうことを最優先にしてもらって、その人の目線とかですね、評価とかあまり気にしすぎない方が楽にできると思うので、その人のことを意識しすぎない。自分自身のやるべきことをやるっていう風にですね、考えていってほしいなと思いますね。では最終結果ですね。ペンタクルのクイーンの聖地ですね。目指していたことが形になります。快適な職場環境が築くことができますし、職場の人と協力し合えるようになるということでですね、最終的には
どうやらお仕事の方ですね、忙しさも落ち着くようですね。もしかしたら新たに人が入ってくるのかもですね。人員確保できることで、それぞれに余裕ができて、ちゃんとですね、チームワークっていうのが復活していくのかなっていうところがありますね。それか、もしくは、あなた自身が、例えば転職をして、そこではですね、ちゃんとあなた自身のやりやすい、余裕のある職場っていうことかもしれない。これはね、ちょっとどっちかなっていうところはあるんですけれども、どっちにしても、あなた自身にとっては良い結果ですね。しっかりと素敵な職場になるっていうことですので、ここをですね、目指しながら動いていくといいかなと思いますね。きっとですね、お仕事であなたが目指していることって必ず出てくるとは思うんですよね。そういう目標とかお仕事の場所ではですね、結構聞かれたりとかもあると思うんですけれども、例えば、この資格をですね、取ってしっかりバリバリ働きたいとかですね、この立場になりたいとか、給与が欲しいとかですね。給与は欲しいじゃないですね。給与はもっと上げて欲しいですね。給与はなければ困ります。はい。なので、そのあたりをですね、しっかりと形になっていって、あなたにとってリターンがしっかりあるっていうことですね。良い感じの流れではないでしょうかね。ちょっと忙しかったりとか、不安定な部分はありましたけれども、最終的にはですね、あなたの落ち着ける場所っていうのが必ずありますよっていうことですね。では助言です。戦車の正位置ですね。勝負に出れば勝算は十分あります。まずはできるかどうかよりもやってみることが重要ですということでですね。あなた自身がやりたいことがあるんであれば、まずはできるかどうかを考えるよりも手を出してみるっていうことが大事みたいですね。習うより慣れろっていう言葉とかもありますけれども、あなたの場合はそっちの方がきっとですね、いろいろとスムーズに進めるっていうことですね。で、勝負に出れば勝算は十分っていう風になってますからね。あなた自身やろうと思えばいくらでも勝てるっていうこと。お仕事において勝利に導くことができるっていうことなので、チャレンジできることはですね、どんどんチャレンジしてみてください。それでですね、あなたにちゃんとですね、これから戻ってくることっていうのがたくさんあるっていうことですね。良い結果をもたらしてくれそうな感じの助言になりましたね。では、オラクルカードですね。こちら、1枚目が共感です。聞くよりも聞くことを大切にということでですね。共感っていうのはやはり人がいてこそっていうことなので、周囲の人たちの話を聞くっていうことですね。聞くっていうのが、その共感力を持って聞くっていうことなので、しっかりですね、チームワーク、チームとしてのあなた自身の聞く力っていうのをですね、養ってもらう。大切にしてもらうっていうことが大事っていうことですね。そういったことでですね、少しでも忙しくてチームワークが発揮できないっていうところから脱するのが早くなるのかもしれない。そういう風に動いてもらえればいいなと思いますね。そしてオラクルカードの2枚目は、あなたならそれができます。これももうずっとタロットカードでも出てましたからね。あなたがやってみればとにかくできるっていうことですので、やっぱりチャレンジが大事っていうことですね。あなたの場合はですね。やってみましょう。そしてオラクルカードの3枚目が星々です。あなたはあらゆる願いを叶えることができます。これもですね、すごく前向きなカードさんになりますね。あなた自身が今後ですね、目指しているところっていうのにはしっかりたどり着くことができますので、ちゃんとですね、叶えられる。それに向かって進むことができるのでですね、これからもお仕事の方ですね、前向きに進めていってほしいなと思いますね。そして、ルノルマンカードが花束ですね。礼儀を重んじましょう。努力の積み重ねが花開きますということでですね、周囲の人たち、忙しいとどうしても余裕ができなくってカリカリしちゃいますよね。自分自身もやっぱりイライラしちゃうとかあると思うんですけれども、そこでですね、やはり礼儀を忘れてしまうっていうことがないように、お互いに礼儀を重んじながら接していく。そしてあなた自身ですね、今まで忙しかったりなんだりで、
余裕がなかったと思うんですけど、その中で培ってきた経験っていうのがですね、ちゃんと努力として花が開きますよっていう風になっております。花束ですからね、たくさんの花が咲き誇っていきますよっていうことですね。からあなたの頑張りっていうのは無駄にはなってないし、これまで忙しかったこと、大変だったことたくさんあると思いますけれども、これからの結果にですね、生きるっていうことですね。そうですね。全体的なものを見てもですね、あなた自身の職場がとにかく忙しいっていう感じがしましたので、その中で頑張るっていうのは本当に大変だとは思うんですよね。時間的な余裕とかですね、業務の量とかですね、そういったところですごく、苦労される部分もあったと思いますし、これからもですね、ちょっと時々はやっぱりバランスが崩れてしまう時もあるみたいなんですけれども、ただあなたの最終的な目的地に関しては明るい道っていうのがちゃんとたどり着けるっていう風になっておりましたので、そちらに行くまでにですね、しっかりあなたの経験っていうのを大事にしていただいて、これからはですね、前向きに動いていってほしいですね。そしてちゃんとチームワークも発揮できて、周囲の人たちともですね、うまくやっていけそうなので、これからですね、どんどんとあなた自身の力をですね、存分にですね、活躍させてほしいなと思いますね。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。